テキラドンでジョンです。今回はね、ナビ VS は TNA スターっていうところですね。はい。なんとね、今日がね、初めてかな。ハードモードでの対戦になります。ついにハードモード実装と、レベルの高い対戦はね、やっぱハードモードで対戦を見た方がね、面白いんじゃないかなというところで、ハードモードはね、大歓迎ですね。慣れてきたらきっとみんなも、結局ハードモードでもっていう感じになっちゃうとは思うんだけど、早速見ていきたいと思います。さあ、学ライドラッシュらね、ハードモードって書いてありますね。エアスイどこだ、そこか。タウンホールから行くのかな、じゃあ。おー、強それ。ジャイアントアロー。こうなったらタウンホールから行かなくてもいいんだけど、まあタウンホール側から行くと。エアスイプラスのインビジブルタワーを起動していきました。反対サイド穴開けからの10日弊社が来ています。大チェイン、モノリスまでタウンホール越しに飛ばしていって、ネクロがちょっと嫌な分かれ方もしてましたが、処理ができそうですね。ポイズンなしでこれは処理することができました。でクイーンの方にここレイジもね、さりげなく打ってるのもいい判断ですね。で、ウォールブレーカーつけていく。さあ、頑張れ、ライドラ。中央、フリーズ打って、レイジ打って、このライドラチェインがぶっ刺さっていく。反対サイドもなんかサッカーボールも飛んでくる。10日弊社パートも3時の区画を削っていって、ライドラが頑張ったのでね、9時のタイチクロスも追ってくれたので、クイーン延命、ここフリーズ、ナイスフリーズだけど、フローズンアローじゃないので、この辺が、一瞬では折れず、ポイズン置いてっていうところ、あれもあるかな、ハードモードの影響もあるかな、今の。ちょっと、HP が思ったより削られた感じが俺もあったから、今のがハードモードの若干の差かなって感じ。クイーン延命できると思ったけどな、今の。ハードモード化したかも、今のは。なんかそんな気がする。今のは延命できそう。感覚的には。ヒーローの HP が 10% 下がりつつ、防衛施設のダメージ量が上がってるっていうところなのでね。それによって今落ちたシーンじゃないかなって気がします。31天才、天才っていうかジャイアントアロー合わせですね。ここ落としていくと。で反対サイドは10日弊社を置いていきました。のルートライダーラッシュですね。さあここからルートライダーラッシュスタートしていきます。さあここでトム。オーバーグローは持ってきてないですね。タウンホールはそのまま処理していくような形になりそう。さあ、レイジタワーが発動。31の方に呪文を割いちゃったので、そんなに使いたくないよってことかもしれません。さあ、12時側は、10日弊社がおおよそ外周部を削りつつ、ただここ、なんかそれでも持ってきた方がいい気はするんだよな、オーバーグロー。さあ、キングガントレット。で、クイーンの方が、レイジ打ちましたか？いらない気がする、そこは。ダガーレイジを置いていきました。回収のアーチャーとかも付け足しつつ。いいですね、クイーンが。クイーンがこれは死なないね。ロイヤルチャンピオンの方も能力発動で回ってきます。なんかこのアタックにハードモードを感じないというか、そうなんだよね。結構感じないことが多かった。さっき初めて若干、ハードモードかと思った。今の巨爆で死んだのも、結構相対的に HP は下がってたりする。相対的にっていうか普通に下がってるので。落ちないかもしんないね、ノーマルだと。カズマくん、ヒーラー2体のロケバルのファイヤーボールかなと思います。そうすると、おでひなのか空なのかどっちかわかんないけど。ジャンプまで入ってますね。インビジブル、呪文、厳しいっすね、これは。ここにね、飛ばしたかったと思うんですけど、大事件発生と、どうすんのこれ。終わりです。こんなの無理です。なるほどね。止めちゃった。なるほど。ここファイヤーボールで落っことして、孤立したタウンホールのところを、
ヒーラー2体つけたおでんで突破するっていうプランだったのか。いやー、決まってればいいプランだな。超絶苦しいですね、これ。長弾大砲のターゲットをジャイアント2体で引きつけて真ん中ジャンプ。で、取れなかった真ん中の方をキングクイーンで拾いに行って、12時からはロイヤルチャンピオンっていうプランね。非常にいいですね。決まってればね、下側のこの辺まではね、大きく削りができてるので、ヒーローパートも軽く負担は抑えられて、強そうではあるんですけど、そりゃ厳しいな。さあ、突撃艦6時から、なるほど。突イエティを入れて、この辺の区画整理っていうイメージですね。なんかロケバレなんで、ロケバレで対空砲を撃ってからボマー刺して、まあロイちゃんいるからっていうところもあるかな。じゃあ突撃艦で。まあいいか。まあ、結構悩んだとは思うんですけど、やり方次第は。スケルトンの呪文でね、ターゲット取るとかも選択肢としてはあったが、おでひ落ちちゃったか。おでん生きればワンチャンは、クイーンも落ちちゃった。まあね、初手のファイヤーボール失敗した時点で超苦しいので、そもそも。さすがにこれは厳しいですね。ああ、そうか、今のも、これはまあ実際ハードモードは関係ないかなって感じではあるので、そもそも、初手がね、失敗しちゃったので、ハードモードだからこけたよねって感じのアタックではないかなっていうところなので、影響なしとさせていただきますが。まあ逆に、ノーマルモードだったらリカバリーで全開が取れた可能性があるという見方もできるかもしれないけど、まあ基本的には厳しいよね。さあ、破壊率の方が 92% まで伸ばして、これはよく伸ばしたよ、むしろ。いやー、めちゃくちゃ厳しいっすね、今の。さあ、対戦相手、ドルイド入りのルートライダーラッシュ来た。さあ、6時10日プラスのクイーンを置いて、ルートライダー来たけど、それはなんだ？穴開け？キングだ。キングのためのルートライダー。オールブレーカー持ってきてないんですね。ここルートライダーするなら、なんか例えばね、ウォールブレーカープラスジャイアントとかでも役割的には一緒なので。反対サイド9時の方から、ロイちゃん付きのルートライダーパートが始まっています。バカゴの支援があって、クイーンが突破できています。クイーンクロック1体それ危ないよ。危ないよ。危ねえ。レイジタは発動させてからのグローかな？発動はさせないでもう間に合わないからグローを打ちました。これによってね、クイーンの横打ち。フリーズ欲しいかも。フリーズ欲しいと思うな。フリーズ欲しい。落ちる。呪文的にもフリーズに余裕があるんですよ。まだ3発あるんで。一発撃っていいですね、これは。多分見えてないんだと思う。見えてないか、テンパってて、打つかどうか迷っちゃったか。まあ欲しいシーンですね、今のは。スケルトンの呪文がね、間に合わなかった瞬間にもうフリーズっていうのはもう、リカバリで打つことを考えるべきかなと思います。中心部、ここはレイジフリーズ打ってあげて、結局ね、ここフリーズ打ってあげると6時のところもここまで削れるから、なんかクイーンの延命っていうよりも、ロイちゃんとかタッチのね、仕事量にも関わってくるんで、そこのサポートもできるのがいいですよね。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここは頑張りたいんですけど、フリーズ打ちますが落とされていく。さあ、終点レイジタワーオーバーグローかけたところです。さあ、巨爆プラスのリクスケルトン。ここもね、クイーンが生きてれば、影響を受けなかったところ。フリーズも最後打たないで、ここ残してあげるとよかったかな。さあ、どうでしょう。結構溶けていく。溶ける溶ける。光栄です。まあでもね、前回じゃないアタックが2連続で出てくるっていうのは、それだけでも珍しいので、今の環境。それだけでハードモード感は若干あるのかな。まあ内容的にはまあこけて仕方ないアタックが2本続いてるかなって感じではあるんですけど。さあ、クエイク2発持ってきてるので、まあ、ジャイアントアロープラス何かしたいって感じだと思うんですけど。まあ、ジャイアントアローはポイズンタワーを打ち抜く感じになるんじゃないかなと思うんですけど。当たらなかったですね。当たらなかったですね。まあ、安い1本は折れたんですけど、ちょっと失敗。12時側から10日閉鎖。
なんだこのクイーン。クイーンマリノ、これ何？クイーンの、なんかヒーラーの、なんかこの辺に、すげえ。このスキンってこれ出るの？知らなかった俺。クイーンの周りなんか、あ、また止めちゃった。これ、画面見ないで画面の拡張するとこうなるな。クイーンがなんか溢れ出てる。一時期これ使ってたけど俺も。あとは、ポイズンとフリーズですね。ここからリカバリーできるかな。キングガントレット。まあ、ドラゴン系は若干残ってくれてる。フリーズってシングライティ固めますが、これはどうだろうね。まあ、落とされちゃうけど、シングライティ削りたいみたいな判断かな。ロイヤルチャンピオンがここは能力を使って、ポイズンに対して先打ちポイズンいいですね。リクスケに対して先打ちポイズン。ルイちゃん回収でのナイス全開。ああ、そうっす。さあ、ドラゴンラッシュ。おー。ランチャー転がすん？エアスイーパーを追っていきました。まずはロケバルで対空砲。で、ベビードラカット。うん、さすがに突撃艦に変わりました。反対なんだ。反対で安いよったな。安いタウンホールが見てた。これマジで映ってる画面見てないから、これやっちゃうな。iPad 見ないで操作してるんですよ。この関係でたまにずれちゃうタップが。パソコンにね、画面を映してるんですけど、iPad の。じゃないとね、撮影できないんですけど、このパソコンの画面を見ながら喋ってて、かつ今回やっぱりちょっとね、音がバグってて、音なしでやってるんで、いろいろずれて喋っちゃうところもあるんですけど、うわー、頑張れクイーン。頑張れクイーン。そのトライカー、なんとかドラゴンも支援してくれました。ありがたい。で、キング外周。うん。確かに若干、クイーンが一瞬で落ちそうになった。HP 下がってるところ、ハードモード感。クイーン落ちましたね。いや、ああいうとこ落ちんのいいな。キングガントレット、強いね。健在、ハードモードでもこれが強い。で、外周部はアーチャー、ウィザード、回収、ロイちゃん能力解放。うん。いい全開っすね。ロイヤルチャンピオン回収でナイス全開です。ガーサス。さあ、星3バルキリーラッシュですね。バルキリープラスのドルイド編成にコウモリ7発。なるほど。6時かな。6時がコウモリ確かに刺さりそうだわ。で、まあ、中心部をバルキリーで貫ければって感じか。さあ、ボルブレーカー1、2と置いて、12時は10日弊社です。で、キングも登場。クイーンの方にもウォールブレーカーを置いていく。あ、クイーンの方は、バルキリーと合流ですね、これは。クイーンバルキリー入れて、バルキリー、スーパーバーバリアンね、外周削っていくって感じ。バネに飛ばされちゃいましたが。ここはアナーキはもうバルキリーでやらせていくと。懐かしのスタイルですね。中心部の方、いいフリーズない。ナイストームですね。バルキリー自身に壁を殴らせるね、タウンホール級スタイル。ゴリゴリに破ってもらって、フリーズからのコウモリ。これアイゴレとかも持ってきてないんだ。で、ジャイアント後出しと。多分忘れましたね、これ。で、ドルイドがね、一応バルキリーの公園についてたようで。いやー、バルキリー強いね、中心部。この広いスペースに対してやっぱバルキリーが刺さるんですよね。で、コウモリの方は7発採用だったんだけど、意外と溶けてますね。サッカーボール飛んでくる。シングル IT まで落としてくれた。これはでかい。で、ロイヤルチャンピオンの盾にジャイアントを次々刺していって、まあ、フリーズ一発ね、本当は序盤で使いたくないですね、できれば。こういうところ。ジャイアントとかで竹取ってコウモリ展開する予定が、みたいな感じだったとは思うんですけど。
さあ当然のようにここ下側突破。クイーンの方もクローク採用。さあクマがこれはロイちゃんのターゲット取ってくれてる。ドルイドのクマがロイちゃんのターゲット拾ってくれてました。ナイス全開。対戦相手ドラゴンラッシュ。今後ね、なんかね、ハードモードマウントとかも取れそうですね。その全開ってどっちのモデル全開取ったんっていう。ハードモードじゃなかったら意味ないっすよ。その全開でもノーマルモードでしょみたいな。いやいや、ハードで取らなきゃ全開とは呼べないっすよみたいな。これキングも多分入れたかったと思うんですけど、ちょっと入らないですね。これシングルターゲット取られてるよ。大丈夫？あ、死にそう。これは結構しんどそうやな。突撃艦入れて。これ多分そもそもノーマルでもしんどいんじゃないかな、この展開。うん、ナイストームですね。ドラゴン今の落ちちゃ結構もうリカバリが相当苦しい、それ。なので、しっかり、トームで守っていきました。突撃艦しっかり届いて、援軍の方はね、キングの方で相ゴリ処理。結構きついかな。コウモリな、どうやって使うんだろう、これ。バルーンとかも残してないもんな。なるほど、モノリスか。下げ取るだけならスケルトンの呪文の方が良かったりはするんですけど、量が多いしね。盾もあるので。大盛り採用ってなるとある程度破壊とかも見てる。まあ、あとはキングをね、そこに引きつけてなくないみたいな意図があります。防衛ですね。ただこれもちょっとハードモードだから防衛できたって感じではなく、シンプルにキングクイーンの序盤のね、あそこがもったいない感じで、キングそらしてからのクイーン落としだったので、まあ、ハードモードだからの防衛とは言えないので、これも実質普通の防衛かなって感じなので、まあ、ハードモード強えなって感想には正直ならないかな。防衛クイーンがすごいところまで出張です。ボールを倒して今度はベビードライ忙しい。ちょっと倍速にしていきましょう。ナイス防衛です。ナビラストアタック、クラウス。クイーンにアングリージェリーつけてますね。のドルイド採用のファイヤーボール。すごい忙しそうな編成きました。で、コウモリもたくさん。これはかなりクリエイティブなアタックが来そう。タイム相当速いですね。レイジタワーのみを残して、ここにファイヤーボールを入れていきまして、ウェイクも打ちたいけど、ウェイク打たないウェイク打つ。はい。危ない、ちょっと。危ない。で、キングの方はウォールブレーカープラスで、ここヒーローに当たるようなタイミングで、中心部タウンホールのところはね、ウッドランチャーで削りを入れていきます。で、クイーンの方はこれ、アングリージェリー採用なおかげで、防衛施設のみをどんどん殴って進んでくれてますね。で、コウモリ来ました、3時から。このコウモリうまいね。3時側確かにこれ、範囲ダメージのものが一切ありません。コウモリぶっ刺さり。で、イーグル砲のね、内側に入るので、イーグル砲がコウモリに飛んでくるみたいなこともなく。で、これ、そうか。ドルイドクイーンにつけてたのかなこれ。ドルイドのクマが歩いてきた。いや、これ、バカ強いわ、このプラン。えぐー。これ、超強いっすね、このプラン。圧倒的が過ぎるよ。これ、ハードモードだよね、本当に。やば。めっちゃいいアタックっすね、今のは。ナイスアタック。超絶余裕の圧倒的全開です。さあ、ライドラサイドカット。来ました。フリーズ使ってチェーン入れていくんですけど、テスラも結構森で生えたので、やりたかったことはできてなさそう。さあ、ここはジャイアントアローでエアスイーパーを追っていきます。
ライドラ展開はこの角度から、なるほど。サイドカットライドラ、おでん像とかその辺まで降りたかった感じなのかな、じゃあ。突撃艦入れての一気のトーム入れていきます。キングもちょっとガントレット、クイーンに捕まってめっちゃ嫌な位置ですね。クイーン、これもキング出す位置良くなかったかな。第1クロスのタゲ取るだけなら別の角度からでもいいからね。多分ね、クイーンがターゲット取られたくないから即座に出したと思うんですけど、それ目的だったら別のやり方もできたので。で、ライドラパートも全滅と。まあさすがに防衛施設の攻撃力が高いみたいなのは若干ありそうですね、これは。まあでもとはいえ多分普通のモードでも防衛ではあったと思います。このやり方だと。これワンチャン、タウンホルスラーおいタウンホールダメージ入ってる。結構惜しかったね、今。あ、でもロイちゃん結構削れるの早いね、これ。うん。一瞬で落ちた。確かにでもロイちゃんのヘリ今の早かったな。だからどうしたって感じではあるんだけど。まあ、こういったアタックが全開になっては絶対にいけないので、まあ、全開になっちゃいけないよね、みたいなアタックが、まあ、結構ちゃんと防衛にはなってくれてるのはいいところかなと思います。結構多かったからね、今まで。全開になっちゃ本当にダメだよみたいなバランスの全開が結構生まれてたので、それがなくなるのは非常にいいことだと思いますね。さあ、破壊率の方も結構抑えられて、66ちょいというところ。うん。まあ結果だけ見れば3防衛で、まあハードモード強いよね、みたいな感想になりがちかもしれないんですけど、まあ、もうちょい対戦のね、見ていかないと、ちょっと判断はしづらいかな。はい、というわけでね、14対12と、ハードモードでもしっかりいい点数を確保しての勝利でした。まあ、カズマくんのやつはね、まあ、正直、あのファイヤーボールのそれ方だともうどうしようもないので、よく伸ばしたなって感想の方があるな。まあ、ハードモードだからみたいなところは全く感じない感じで、まあ、やっぱ強いメンバーからするとハードモードそんなに影響なくしっかり全開取れてますね。特にクラスのアタックなんてもう、ボッコボコのボコボコでしたよね。スーパーハードモードでも全開取れてると思います。というわけでね、まあ、今後ハードモードで見れる対戦もね、かなり増えてくるとは思うので、楽しみにしていきたいですね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。